つまりどこから夢でどこからが現実なのかわからないってこと？強いて言えば昨日の出来事は全て夢のように感じました。少なくとも私と水槽の中の脳の話をしたことは夢じゃないよ。じゃあその後の部分は？もし現実だったらその後のことを覚えてないというのが説明できない。逆にもし夢だったらその割には印象が深すぎてあんた自身もそれを夢だと信じられないほどだった。それに夢であれ現実であれ昨日から今日までの授業に関する記憶がありません。まさかそのヘルメットのやつに拉致されて実験に使われた後あんたの記憶を消したとか？あの人もしかして宇宙人？宇宙人の敵の可能性もある。宇宙人の敵？小さな棒型装置でピカッてしたらあんたの記憶はもうすでに消されていたのだ。昔の映画の話はもうやめてください。面白くないので。そのシリーズ新作出るらしいよ。それでも昔の映画の話です。まあいいか。それなら最近ストレスが溜まっている生徒か？私がストレスを溜めているように見えますか？だって勉強か私と喋るかの二択の毎日で他のことをする暇もないじゃん。たとえ自分の時間があっても他人にとってのバカなことしかしないでしょ。意味のある人生を送りたいですから。意味のある人生ってどういうの？いい大学に行って卒業したら好きな仕事に就いて、そして現在に見つからないように祈りながら残りの人生を楽しむってこと？でしたらあなたに何かいい案でもあるというのですか？ドライバーになるのはどう？噂だと待遇も充実してるようだし生活は刺激的だし社会にも貢献できるよ。もし退役まで生き残ったらひょっとして億万長者になれるかもよ。もし適性検査に合格できたら私は別に構いませんが、うちの両親はきっと反対するでしょう。まあ確かにあの二人はかなり古い人間だからな。携帯とかパソコンとかもあんたに触らせないし。そうだ、あの人の目当ては両親の方かも。私に用があるって言ってました。もしかしてあんたあの人の頭を隠してるとか？ライトノベルの話もやめてください。面白くないので。おかしいな。確かにおかしいですね。私のところに来る理由が思い当たりません。いや、あんたが面白くないって思うことがおかしいって言ってるの。人間のすべき反応じゃないよ、もはや。ストーリーも共通点もわからない人にとっては面白くないって思うのが正しい反応でしょう。このネタはね、あるラノベのヒロインから来たのよ。彼女の見た目はライダースーツとヘルメットを着ているバイク乗りなんだけど、実の正体は首なしライダーなんだよ。ネタを台無しにする一番いい方法はそれを説明することです。よくできましたね、セミュー。宇宙人でもない首なしライダーでもなければもう思いつかないな。一体どんな人があんたに何の用があるって。まるで信憑性のある推測をしたような口ぶりですね。親や学校の先生に相談したら？カウンセリングに行けとしか言わないと思いますが。それは思い込みだな。あんたの両親はともかく学校の先生の中にはきっと生徒の悩みを真面目に聞くいい先生がいるはず。真面目に私の悩みを聞いていたらなおさらカウンセリングに行けって言うと思いますが、逆に私の言っていることが本当だと信じる先生がいる方が夢物語だと思います。いるよ。私が君の言ういい先生だよ。朝ごはんやお昼ごはんを忘れたみたいな些細なことでも
両親が亡くなって路頭に迷うような深刻なことでも、愛する生徒の悩みであれば全力で解決するのみ。これが先生のモットーです。あなたは。あなたは先生なのですか？もし先生と呼ぶことに気が乗らないなら、ナナミって呼んでちょうだい。君がアルテア・ウィズちゃんだよね。私のことを知っているのですか？プレート市立高等学校の人気者、すべてのいじめられっ子の味方、先生たちの言う優等生。この学校の人であれば君を知らない人なんていないさ。では僭越ながら申し上げます。先生、あなたの視線に不快感を感じています。これでも十分抑えているのよ、アルテアちゃん。他の人だったらおそらく君を見た瞬間にもう感動しすぎて言葉を失っていただろう。歴代の興行成績トップ10の映画に出演した覚えがないんですけど。その基準高すぎ。失礼。君は？セミュ。あのロマン派詩人と同じ名前？それはミュッセです。ダニューブ人やカティア人、それとマヤ人、インカ人、ブルーマウンテン人とサハラ人の名前を覚えるのが苦手なもので。九州人の名前しか覚えてないじゃないかそれ。セミューちゃん、ちょっとだけ離れてもらえる？アルテアちゃんと二人きりで話したいことがあるの。人に言えない暗い話題でもするのか？人生の意味と生きてる価値についての話題よ。面識もない先生とそのような話をするのはごめんです。しかもつい先ほど話したはずです。お願いアルテアちゃん、君を助けに来たんだから二人きりで話そうよ。私を助けに？この世に私よりもお嬢ちゃんの状況を分かってる人もういるかもしれないが、お嬢ちゃんに手を差し伸べる人だったらおそらくこの今ナナミしかいないと思うよ。今ナナミ？ローマ字だと今ナナミで、ひっくり返しても今ナナミのまんまだよ。それ知ってる。回文って言うんだよね。ギャグを台無しにするな。セミュ、しばらく席を外していただけますか？ナナミ先生と二人きりで話したいので。知り合ったばかりの女のために私を追っ払うの？アルテア、私たちは友達だったのに。だったのに今からはそうではないと？私をのけ者にしようとした瞬間から友達じゃなくなった。もし危険な目にあったら電話で SOS 出せよ。ヒーローがすぐに助けに行くから。SOS なんて出しませんから。では話してくれますか？誰かに目をつけられたよね。昨日のあの人の正体がわかるんですか？あのライダーがアルテアちゃんに目をつけた理由だけは知っている。話は短めでお願いします。あのライダーがお嬢ちゃんに目をつけた理由は君の忘れた過去に関係があるの。何かを忘れた覚えはございませんが。人の記憶のプロセスには記名、保持、早期、そして再認の4段階がある。アルテアちゃんの場合は早期や再認ができないわけじゃないし、時間の流れで忘却したわけでもない。君の場合は
最初から記名できていなかった。だから自分の記憶に問題はないと思えるのよ。仮にあなたの言っていることが本当のことなら、私の忘れた過去って何でしょうか？さて、なんだろうね。少なくとも隠されている秘宝の正体とか、世界大戦の黒幕とか、主人公の複雑な身の上話とかじゃないわね。漫画の話はやめてください。面白くないので。アルテアちゃん自身が当ててみるのはどう？自分が一体何を忘れたのか。あのライダーには、私が他人の人生を剥奪しているのと、うちの両親のことを言われました。もしそれが私が忘れたことであれば、私の両親は実の両親ではないとかですか？よく平然とそのような推測ができるわね。合理的な推測をしたまでです。それで君はどうやって両親でもない人を両親にしたの？マインドコントロール、催眠、それとも記憶の改ざん。いい感じになってきたね。はっきり言ってほしいです。直接教えるわけにはいかないわ。それでは意味がないもの。どうしてですか？だってアルテアちゃんはきっと否定するから。何をですか？あのライダーは最も下手なやり方で君に真相を伝えようとしたけど、でも君がそれを消去したのよ。消去ってのは何に対してですか？アルテアちゃんはほとんど聞こえていなかった。そしてあのライダーが言っていたことも忘れたよね。私も同じ目に遭いたくないの。だからアルテアちゃん、君に言えるのはこれだけよ。それだけでは分かりません。考えるな、感じろ。映画の話はやめてください。面白くないので。あなたは一体何者ですか？今ナナミ、教師よ。担当教科については心理カウンセラーはどう？そうだ、一回だけ握手してもらえる？まさか私、本当に何かの名作映画に出演したことがあるのですか？私から見れば君は有名俳優なんかよりよっぽど珍しい、この世にたった一人の存在なのよ。お世辞ありがとうございます。これって現在の鳴き声よ。ご感想はどう？この鳴き声はあまり好きではありません。うるさすぎます。